トイレもありますし、いきなりユニクロがあって、サムソナイト、フックロンっていうのは結構繁華街の中にもありますね。イオンですね。私は三重県出身なので、三重県はもうイオンのお膝元で、三重県発祥なので、もうちっちゃい頃からお世話になってますね。なのでなんかこう帰ってきた感がありますね。はい、ちょっと歩いて見てみたいと思います。いやー、でかいですね。大きいですね、ここは。ただ奥がイオンの専門店街ではなくて、イオンが販売しているスーパーですね。日本と作りは一緒です。いきなりこういうところに握り寿司がありますね。もうタイと同じような売り方ですね。1貫から売ってるって感じですね。イクラもありますね、私の好きな。めっちゃちっちゃいですね。1個で15,000円だから80円ぐらい、まあまあしますね。はい、こういうなんか毒々しい海ぶどうみたいなやつとか、とびっこ、これなんか真っ黒なやつがありますね。おにぎりから刺身、築地中島水産ってありますね。パンとかいろいろ惣菜はありますね。ハイランズコーヒー飛んでますね。ジャパンセレクションっていうコーナーがあるんで、この辺はもういきなりジャパンじゃないですけど、これコリアですね。もう結構ここ来れば日本人は大体必要なもの揃うんじゃないですかね。ちょっとフルグラが20万ドンなんで1000円以上してたのでちょっと高いですね。日本だと下手したら600円、500円、600円ぐらいで買えるんじゃないでしょうか。倍ぐらいしますね。こういうとこお酒もありますね。インポートフードって言うんですか、アジアンフード。グワーズがありますね。最近私がハマってます。VBN 通りのサークル系で売ってたこの無糖のお茶はイオンだと8500ドンですね。あっちは12000円だったんでさらに安いです。これはアボカドですね。変な形ですね。青マンゴーかな。パパイヤ、シュガーアップルがありますね。こんだけ入って5万何ドンなんですか。あそこの弁天市場の前のシュガーアップルは大きいやつ、これより大きいやつ2つで5万ドンでしたね。イオンの方が安いです。断然安いですね。ドラゴンフルーツ、私が好きなドラゴンフルーツです。最近は日本もベトナム産のドラゴンフルーツ輸入し始めたんで、日本で買うと大体300円、400円ぐらいかな、1つで。しかもちょっと小ぶりですね。けどここのやつは54000ドンで1個300円しないぐらい、同じような値段ですよね。こっちが赤い、中が赤い実でこっちが白い実で、これですね、初めて見ましたけど、黄色いやつ弁天市場でも売ってましたけど、これの方が高いですね。最近の新しいやつなんですかね。7万5000ドンですね。キロで7万5000ドン。そっか。でも1個で1キロぐらいもしかしたらあるかもしれない。ファーストフロア、日本でいうと2階にドリームゲームズっていうのが専門店の一番端っこにあります。今日土平日なんで基本的に子供とかいないですけど、ちょっと後で見てみたいですね。ボーリング2階のフードコートがありましたね。ここでちょっと適当にさっきのバインミーを食べたいと思います。はい、ではフードコートで、ちょっと休憩しに来ました。
今日は土平日なんで全然人いないですね。勇敢マダムみたいな人がいるだけですね。はい、でここでバインミーのコインコア買ったやつを食べたいと思います。これすごいボリュームなのですごい重量感ですね。で今のこの段階で肉しか入っていないので、この付け合わせの野菜をこの中に入れます。はい、でこのように入れたのでこれで食べます。もうこれ食べたらもう何も食べられないです。はい、ではいただきます。こんなんですね。いやでかっこれ。すごい肉々しくて美味しいですね。野菜もたっぷりで、これで6万5000ドンなんで、多分前より値段は値上がりしてるんですけど、それでも全然コスパはいいですね。ちょっと食べきれるか不安です。多分無理です。結果発表。バインミーを食べたんですけど、結局半分ぐらいしか食べられなかったですね。多すぎますね。あ、ここ焼肉ですね。ゴギハウス。あ、韓国系の焼肉ですかね。いい匂いしますね。このフロアは、全部レストランのフロアなんですかね、多分。いやー、バインミー美味しかったですけど、ちょっとめっちゃでかいですね。食べられなかったですね。キチキチ。これは食べ放題ですね。なんか寿司じゃない何かが回転してますね。あ、多分なんかしゃぶしゃぶみたいなやつですね。しゃぶしゃぶの具材が回ってます。あとここはなんか居酒屋みたいなところと、これはステーキですね。あ、で丸亀うどんもあります。丸亀うどんはちょこちょこあります。でタイエクスプレス、タイも人気ですね。一通り見てみますね。ソウルガール、韓国、ここはすごく店舗型のレストランがすごい充実してますね。ラップ&ロール、これはこれベトナム料理ですね。テキサスチキン、ピザハット、ボバポップ、ミスタータッカルビ。韓国も多いですね。これは香港もちょこちょこありますね。中華っていうより香港の広東料理が多いですね。ここはこれベトナム料理ですね。すき家、寿司、ブッフェって書いてます。寿司ブッフェですね。はい、でポップコーンのいい匂いがしてきます。 CGB、 これ結構なんか CGB っていう映画結構ありますね。タイもなんかあったような気がします。そこからしゃぶ屋、これしゃぶしゃぶですね。しゃぶ鍋。今日は平日なのでもうあんまりお客さんはいないですけど、夜はもしかしたら混むんじゃないですかね。多分10時ぐらいまでやってると思います。フートンホットポットパラダイス、ごぼうですね。鍋で8万9000ドンなんで500円しない、500円ぐらいですね。そんなに高くないかもしれない。
あ、でもこの上等牛肉は58万ドンするんで、2900、3000円ぐらいですね。K-POB、コリアングリルパブ。あとはこの裏にもありますね。ここにトリックアートがあります。寿司系、寿司、田崎 BBQ、ビュッフェですね。あとタイ料理もありますね。そういうところですかね。結構なんか似たり寄ったりですね。ここもビュッフェ、韓国のビュッフェ。ホットポット、グオグオですね。同じような店が多いです。ここにボーリングがありました。非常にシュールなゲームを熱中してやってます。ただ単にボタンを連打するだけです。チケットが止まらないです。これやばいですね。僕の身長とよりも高いかもしれないですけど、クマがちゃんと立つと。イオンモールの中にあるハイランズコーヒー来てみました。このフィンディハンニャーンっていうちょっとなんかよくわからないですけど、とりあえずノーシュガーのなんかちょっとグラスゼリーが入ったやつですね。これのスモールサイズ45,000円を頼みました。あ、ちょうどできましたね。Thank you。はい、来ました。こういうやつです。コーヒーゼリーみたいです。ちょっと充電したいので充電器があるところ行きたいと思います。ではちょっと休憩も終わったので帰りたいと思います。今ちょっとサービスカウンターで聞いてみたんですけど、前はフリーシャトルバスがこのイオンから、ホーチミンのチョロン市場っていうちょっと中華系の多いところぐらいまでのフリーシャトルバスあったんですけど、今はなんかないみたいです。なのでもうタクシーだけって言われましたか、頑張って路線バスです。はい、ちょっと大きい水だけ結局飲むので買っていきたいと思います。このイオンで一番安そうなやつは 1.5 リッターだとこのダサニが一番安いですかね。日本のイロハスですね。8700ドンですね。このトップバリューのやつがやっぱり一番安いですね。さすがイオンって感じで8000ドンでしたね。 1.5 リットルで。改めてインフォメーションセンターの人にもちょっと聞いてみました。ゲート F っていう入り口で、タクシーとかグラブも捕まえられるそうです。フリーシャトルバスは確かに前はあったんですけど、今から多分1年ぐらい前になくなったって言ってましたね。はい、これがゲート F ですね。 F のエントランスです。ここにタクシー乗り場があるので、ここでグラブも捕まえていいって言ってましたね。ハイランドコーヒーがあるところですね。はい、無事グラブに乗れましたので今帰宅中です。宿まで15万ドンですね。なので800円ぐらいですね。40分ぐらいです。化石祭のレベルを超えた化石祭がよくいます。到着しました。4時ちょうどぐらいに到着しましたね。こ
こちょっと道狭いんで、ここはもう車は大丈夫です。ここで止めてもらいました。じゃあチェックインだけしたいと思います。